はい、どうもこんにちは。ゆうきです。今日はですね、前回ですね、こちらの動画ですね、VE20 ボーカルパフォーマーというですね、ボスのボーカルエフェクターの紹介をさせていただきました。今回は前回予告した通り、こちら。じゃじゃん。ボスのボーカルエフェクターの最新機種ですね、VE500 の紹介です。こちらですね、前のツインペダル筐体ではなくてですね、この最近のボスのですね、500型の筐体ですね。これ非常にね、コンパクトでね、いい感じです。とっても高級感もあって使いやすくていい感じです。今回はですね、ギターボーカルにも使ってもらえるように、ギターがさせるところとアウト、ギターのインプットとアウトプットがあります。でそしてエフェクターボードに組み込みやすいようにですね、こちらミディの端子が追加されました。そしてですね、これも非常にありがたいですね、コントロールスイッチとエクスプレッションペダルが同設できるようになってます。外部のフットスイッチとエクスプレッションペダルをつけれます。エフェクトをですね、リアルタイムに変更だったり変化させることができます。この辺は一緒ですね。アウトプット LR があります。でマイクインが一つですね。変わった点としてはさっきの端子面だったり、あとは豊富なエフェクトが作れるようになったり、細かい調整ができるようになったりしています。なくなった機能でいうと、電池の操作が前はできました。これは電池は入りません。基本的には電源アダプターで電源を供給することになります。そしてですね、ヘッドホンアウトがなくなりました。ヘッドホンアウトがなくなったので、自分が家とかでモニターしたいときは、パソコンにつないでパソコンから聞くだったり、オーディオインターフェースとか、ミキサーに、ヘッドホンを挿して、聞くとかですかね。もしくは XLR から聞けるような変換で、ヘッドホンにするというのもありかと思います。で、サイズ感ですが、こんな感じですね。ちょっと分かりにくいんですけど、横幅はほぼ一緒で、縦がですね、ちょっと VE20 よりちっちゃくなった感じですね。基本的には VE20 よりコンパクトになってます。これがね、非常にいいですね。軽いですしね。VE20 の端子がこんな感じだったので、こんな感じで進化しております。こんな感じでね、V500 のですね、ハード的なスペックを見てきましたけど、実際これがどんな音がしてですね、どんな使い方ができるかっていうのを実際に見ていきたいと思います。ということで、行ってみましょう。はい、という形でね、筐体見ていきましょう。今はですね、マイクからこちらですね、XL 端子で入力しています。VE20 の時とは違ってですね、コンボジャックじゃないので、基本的には XLR のケーブルを使ってください。で、アウトですね。このアウト2つも XLR ケーブルが LR で出ています。で、LINE で収録してる感じですね。で、ギターに関しては、今、インプットだけつけてます。インプットとスルーがあるんですけど、エフェクターボードにつなぐんだったら、ギターからこいつにつながって、で、このアウトですね、アウトからエフェクターボードに行くみたいな感じですね。で、このギターの信号だったり、音程とかっていうのだけ取り込んで、ボーカルに反映させる。例えばボコーダーみたいなことができます。そういうために使います。今回はね、ちょっとボコーダーとかもちょっと見たいと思うので、ギターをつけてます。はい。チューニングとかもできるんでね、便利です。はい。では、早速見ていきたいと思います。まずですね、こいつをつけたら、まずやっていただきたいこととは、VE20 でもそうだったんですけど、メニューを押していただいてですね、このインプットからマイクの感度を合わせたいと思います。はい、するとこういうインジケーターが出てきますね。で、ここでですね、マイクセンズっていうのがここにあります。これで声を出してマイクの感度を設定してあげます。今はダイナミックマイクですね。手話の58、SM58、5%をつけてます。どこにでもあるマイクですね。これで、大きな声で喋った時にですね、この矢印ですね。このメーターが矢印にちょうど触れるぐらいが適正です。はっ。こんな感じで今動いてましたね。だから歌って一番声が大きくなるところをこの矢印付近に合わせるような感じです。これが強すぎると音が割れちゃったりですね。弱すぎると足りなくて家側で上げなきゃいけないとかそういうことになるので、ここは必ず設定するようにしてくださいという感じですね。そしてですね、この VE500 もですね、コンデンサーマイクが使えます。ここにですね、ファンタムってあると思うんですけど、これがファンタム電源のオンオフスイッチですね。コンデンサーマイクっていうのは、48V の微弱な電源ですね。ファンタム電源流してですね、そのマイクを動かすというものなんですけど、それのスイッチです。なのでコンデンサーマイクはここをやってあげないと音が鳴らないので、覚えておくといいかなと思います。こっちを見ていただいて、一番右のつまみですね。ここを回してあげるとオンとオフ入れ替えれます。コンデンサーマイク使うときは、ここを触ってください。そしてですね、アウトプットですね。アウトプットはですね、これ回していただいて、ここにありますので、アウトのレベルだったり、モードですね、が設定できます。今、ステレオになってましたね。こちらですね、LR で出したものをそれぞれ別で L と R 別で出力している感じですね。なので左右に触れるようなことができます。で、このエフェクト、使うエフェクトだったり、どう聞かせたいかっていうシチュエーションによってね、このモードを選べばいいかなと思います。今、ステレオになっています。エフェクトとドライですね。これはですね、これ VE20 にもあったんですけど、
エフェクトとドライ音が出るようなものだったり、片方ドライ音で、レコーディングの時にね、エフェクトかけた音と、で、あとリアンプ的に使うためにですね、生のエフェクトかけてない素材が欲しいという時にですね、こういうもので使うといいかなと思います。生の声も同時に収録するとか、そういうことができます。あとはモニターですね。モニターにエフェクトがかかってない音とか取り入れることができます。あとですね、ページが遅れてですね、いろいろありますよね。リバーブのレベルだったり、ドライのレベルも選べます。ここにドライを混ぜていくと、ドライが混ざるので、もうちょっとはっきりした聞きやすい声になるかなと思います。この辺を駆使してですね、メインの音ですね、を作る基準にすればいいのかなと思います。あんまりね、リバーブだけ上げてもですね、ぼやぼやした、聞き取りにくい音になる可能性もありますので、ただ、オケに入れて、混ざり具合とかも調整しながらですね、ドライレベルをどれだけ足して輪郭を出していこうか、みたいな調整がね、ここでできるので、非常に細かい音作りができるかなと思います。これぜひね、ドライレベルの調整、試してみるといいかなと思います。はい。そして、ローゲインとかハイゲインとかありますね。ハイをもっと出したいとか、もっと落としたいとかですね。で、あとは、ローですね。ローを落としていきたいとか、定域ですね。で、ローを上げていきたいとか、いう調整ができます。あとはこのレベルも、ここでレベルも上げれます。はい。もちろんミドルもね、できますよという感じで、こんな感じで、いろいろ、ローカット、ハイカットとかもね、使えますので、非常に細かい設定ができるかなと思います。はい、こんな感じで、いろいろね、あるんですよ、他にも。USB 接続だったり、MIDI の、メニューもありますので、使われる方はこういうところを使うのがいいかなと思います。ここ、チューナーとかもあります。チューナーはフットスイッチでも、ここ2つを同時押しても使えるんですが、ギターをですね、ここに挿してますよね。これを使ってですね、チューニングができます。こんな感じでね、僕みたいなギターボーカルでこれ使う人だったら、チューナーを別に入れたくないよって方は、ここでチューニングもしっかりできるので、非常に面白いかなと思います。でここでですね、いろいろメニューも選べて、ミュートにするとですね、このチューニング中はマイクの声がですね、オフにされます。今、マイクで喋ってるんですけど、こんな感じでなくなります。こういう細かい設定がね、選べるのがとてもありがたいですね。こっちではもちろん音の帯域ですね、ヘルツも変更できて、モードもあるんですよ。これマイクのチューニングっていうのもあって、声でですね、音合わせもできるっていう、これ素晴らしいですよね。音を取る練習にも使えるかなと思います。あとはですね、こちら、インスト。この時はギターだけになります。で、インスタマイク。これはギターとマイクの方でのチューニングですね。両方使えます。なので、ギターをチューニングする人はインストにしておけばいいかなと思います。で、声で使いたい人はマイクにしておいて、両方使いたい人はこれですね。ギターがさせるのでね、V500 ならではの機能かなと思いました。そんな感じでね、初めの設定はいろいろあるんですけどね。じゃあ音を見ていきたいと思います。もともと50個のパッチが入ってて、でそれとは別に自分で作ったパッチを99個まで入れることができます。なのでですね、元入ってるパッチで気になるやつをちょっと触っていきたいなと思います。ロックですね。オーソドックスなリバーブレベルかなと思います。これね、モニターしてて思うのが、音めっちゃいいですよね。音がすごくいいことにとても感動しております。次どんどん見ていっていきましょうか。ここの、つまみでも変えれますが、立って弾くときなんかは、これがね、こうやって送っていけるんですよ。これが非常に便利ですよね。メモリーモードとマニュアルモードっていうのがあって、このメモリとマニュアルとこれで切り替えるんですけど、マニュアルモードの場合は、この2つがパッチを送るスイッチになってますという感じです。はい。非常に便利ですね。で、これがですね、送っていくと、ブツッと切れるんですけど、あんまり分かりにくくないですか？今日のささやきと昨日の争い声がいいですよね。こうやってっていくと切れてるのは分かりますけど、本当にね、パッチを送った時の違和感がほとんどないなっていうのが、印象です。ちょっとね、VE20 の場合はね、もうちょっとあったかと思うんですけど、非常にね、便利ですね。じゃあどんどん送っていってみましょう。こうやってね、ハーモニーが入ってるやつもあります。押した時に、こっちがハーモニーペダルなんで、ここに、エフェクトの変化を入れるんですけど、ここでハモったりできますね。でハイアンドローとかだと、上と下の音が入りますね。で、これダブルトラック。これ V20 でもありましたけど、レコーディングとかです。同じ人が同じフレーズを同じメロディーで歌って、レコーディングで重ねてるみたいな音ですね。ダブルトラック。これも非常にね、好きなエフェクトです。で、ディレイですね。で、これ面白いのが、ディレイの時は、ここがタップテンポになります。もちろんね、自分で、音を作るときは、ここの機能をもっと他のものとかに割り当てれるんですけど、こういうこともできますよという感じです。面白いですよね。トン、トン、トン、トン。
は、は、は。はい。こうやってね、リアルタイムに変えることができます。で次、はい、ラジオボイスですね。ははははは。ラジオボイスです。本日は晴天なり。はいはい。はい。で、ヴィンテージボコーダー。これボコーダーなんですけど、ボコーダーですね。なので、入れてるギターの声に対して、ギターの音に対して、声が反応するという感じですね。で、一旦ですね、生の声を取ってるマイクも、入れながらですね、ギターの音を入れながらですね、喋ってみますね。あ、ひふへほ、あ、ひふへほ、みたいなね、ことができます。こういう感じですね。ギターの弾いた音程に合わせてですね、音程と喋った声が混ざって生成されて、その音程に合わせた声が作られる。で、これちょっと機械的な面白い音。で、これはね、VO1 っていうですね、コンパクトのボコーダー、ちっちゃいのありましたけど、あれとこれとの違いは、これは出力が、ここですね、XLR で多分、卓に行くので、こっちからこのエフェクトを流す。VO1 に関しては、あれはギターのエフェクトペダルとして使うので、声がアンプから出てくるんですよね。アンプから出てきます。アンプから出すので、はい、その違いがあります。はい、はい。はい。っていう感じですね。面白いですね。これも非常に使える。そうですね。は、クラブとかいろいろあります。ホールリバーブですよね。は、アリーナー。はい。いろいろありますね。ヒップホップ、ビートボックス。はい、はい、はい。ロボットボイスですね。こういうのもあります。V20 とね、結構明確に音質が違う気がします。シャインリバーブ。あなたに。なんか高い音が、島エフェクトみたいな感じですかね。で、フリーズウェーブ。喋って、踏んだ時に喋ってる声が、再生される感じですね。こうやって長押しした声が、してる間、そこの声が再生されると。繰り返し。はい。こういうのも一つ、ライブのパフォーマンスとかで面白いですね。曲間の間とかね。はい。でね、これ、ルーパーも入ってるので、このプレセットとかは、ここがルーパーになってますね。はい、ルーパーとしても使えます。はい、そんな感じでですね、いろいろ入ってるんですよ。でね、面白いエフェクトが非常にあって、で、VE20 比べてね、だいぶたくさんね、音入ってましたよね。パワーアップしてる感じがとってもあります。特に言いたいのは、音がいいんですよね。音がすごくいいと思います。やっぱりね、VE20 の使いやすさもあるけど、こっちはそれより進化、音質的にも進化してるなという感じがしました。はい。じゃあ音を作っていきたいと思いますが、ユーザーパッチ、この U って書いてるですね。ユーザーパッチは、これ VE20 と同様ですね。踏襲されてるんですけど、プリセットをベースにちょっと変えたいという場合は、これを使えばいいかなと思います。で、ここからはですね、インストパッチですね。カラーのパッチが入ってますね。はい。じゃあ、ユーザー99に入れていきたいと思います。こちら。エフェクトエディットですね。ここを押します。すると、このエディットモードに入るんですけど、ここでですね、いろんな項目があります。エンハンスの設定だったり、ピッチコレクトの設定だったり、ハーモニーだったり、で、それぞれエフェクトですね、があったり、リバーブがあったり、リバーブも1、2があったり、で、マスターの操作、で、コントロールの操作がエディット画面にあります。で、それぞれですね、ここでオン、オフができたりします。これですね。これが音程をはっきりするエンハンスですね。で、これがピッチコレクト。で、これオン、オフがここでできるんですけど、こうやって中に入ってもらうと、細かい設定、クロマチックとかソフトとかができます。で、ページを送って細かく設定ができますので、こういう風に作っていく感じですね。はい。触りたいところがあったら、ここでオンにして、エンターで中に入って細かく設定するみたいな感じです。で、ハーモニー。ハーモニーはオンにして、オンにしたら、ここが光るんで、こんな感じですね。ハーモニーとボコーダーがセクションがあります。ハーモニー、ハモリなんですけど、ボコーダーはさっきみたいなギターに合わせて声を変化する。こんな感じで使えます。これもですね、それぞれ中に入ると、こういうね、細かい設定もいろいろありますと。もちろんね、ハーモニーの方も、ここでエンターで中に入ると、音をどうするのかとか、半ですね。どっちからハーモニーの音が来るのか。ここでディレイ。ハーモニーにかかるディレイ。とかも選べます。で、ビブラートとかも、ハーモニーにかかるビブラートとかいろいろ決めれますね。トーンだったり、で、ダブルをオンオフにするか。という感じで作っていく感じですね。覚えれば、シンプルだと思います。初めはちょっとね、できることが多いので、迷うことも多々あるかもしれませんが、落ち着いてね、やればいいのかなっていう感じです。で、エフェクトですね。エフェクト1、2、3、4とあります。これが、ハーモニーだったり、こっちのフットスイッチとか、それぞれアサインできたり選べるんですけど、これをオン、オフ、
どうするかということですね。でオンにして、ローフィルター、フィルター、タッチワウ、ワウワウとか、リングモジュレーターとか、コーラスですね、コーラス。フランジャーです、うねってますね。とか、トレモロ、フェイザーとか、いろいろね、あるんですよ、スライサー。とかね、いろいろ、ビブラートとか、いろいろあります。パンでロールとか、いろいろあります。で、これもそれぞれエフェクトがあるんですけど、じゃあ今、ディレイを選択しましたと。で、エンターを押すと、じゃあディレイの中、どう設定しますかっていうところが選べます。で、これが今選んだこういうエフェクト、それぞれで細かい設定ができます。で、リバーブレベルをどうするのかということをエンターでこの中で決めれますね。非常に細かな設定ができます。ページもスクロールして、プリディレイとかも設定できます。で、リバーブは2個あって、で、ループですね。どういう風なループの設定にするのかということを選べます。で、これマスターですね。BPM だったり、いろいろ設定ができます。で、コントロール。これに関しては、これは、コントロールアサインを設定変えるって感じですね。このダウンとアップっていうのは、メモリーモードってありましたね。メモリーモードの時にここをですね、どうするか。基本的にはこのパッチのアップダウンでしたけど、これを何にするかっていうことを決めれます。パッチプラスマイナスってありますね。っていうのがあります。あとは、システム、モメンタリーとか、いろいろ変えれるんですよ。非常にね、カスタムできるかなと思います。アップも同じですね。同じようにできます。HRM というのはハーモニーですね。このハーモニーペダルで何をするかという設定ができます。もちろんここでパッチの上下もできますし、エンハンスオンとかオフとか、で、ピッチコレクトのオンオフとか、で、エフェクトが4つありましたね。で、それのオンオフ、どれをオンにしてどれをオフにするのかっていう設定もできます。で、リバーブ1とか2とかオンにするとか。っていう設定ができます。ここだったら、ルーパーですね。ルーパーを使うときにどうするかっていうのを決めたりできますね。カスタムがすごいできるんですよ、このコントロールペダル。で、FX1 と2があります。これは、ここですね、FX1、2って書いてますね。ここに対して、何を割り当てるか。で、さっきはメモリーモードだったので、ここがアップダウン。で、次はマニュアルモードですね。このそれぞれにエフェクトを当てることができます。で、またこんな感じですね。ここに何を割り当てるのかっていうことが決めれます。さっきの作ったエフェクトなのか、リバーブなのか、はたまたパッチの上下なのかっていうことを決めれます。で、エクスプレッションペダル。で、エクスプレッションペダルがここ外部スイッチからできるんですが、この時にどうするか、何を変えるか、レベルなのか、リバーブのレベルなのかとかですね。例えばレベルだったら、この一番オフ、ミンの時ですね、どれぐらいのレベルを残すのか、50だったら半分だし、で、踏み込んだ時にどうなるのか、今マックスだから2倍、200になってますね。ということが、細かく設定できます。これもね、非常にいいですね。で、コントロール1、2。これに関しては、外部で、フットスイッチを足せます。で、デュアルスイッチを足せるので、コントロールが2個まで使えるということですね。で、これも本当にいろいろ、このパッチの上下もできるし、エンハンスのオンオフとかもできるし、で、さっき設定したエフェクトの1から4、どれを割り当てるかとか、で、リバーブを割り当てるとか、いろいろできます。で、ルーパーだったら、レック、スタート、ストップ、クリアとか割り当てれます。で、バイパススイッチとか、チューナーありましたね。チューナーも割り当てれますし、タップテンポなんかもね、割り当てることができます。すごい細かく設定できるので、作りがいがありますよね。で、コントロール2ですね。で、メモリーとマニュアル。ここですね。この2つを同時に押す時のデフォルトはメモリーとマニュアルの理解でしたが、ここでこれを何にするかっていうのも変えれます。こっちをチューナーにすることもできるし、エフェクトとかディレイとか、そのエフェクトを呼び出すとかいうこともできます。すごいね、複雑に作れるので、めちゃくちゃ便利ですね。これすごいな。バイパス、ここにバイパスって書いてますね。なので、こっちの2つを同時押ししたときに何にするかということを細かく変えていくことができます。すごいですね。はい。こんな感じでですね、このページですね、エフェクトエディットのページとコントロールですね。ここを駆使して様々な音を作っていくことができます。見ていただくと分かる通りですね、めちゃくちゃ細かく設定できるし、このボタンもそれぞれ全てですね、違う好きな設定に変更できますと。それが一つのパッチで、パッチを切り替えれば、また違った設定を呼び出せるということなので、めちゃくちゃ使い勝手がいいと思いました。どんなのにも対応する、どんなね、扱い方にも対応するのかなと思いましたし、音もいいし、結構ちっちゃいし、めちゃくちゃ便利だと思います。エフェクターボードにね、入れたいギターボーカルだけじゃなくて、普通にボーカルエフェクターとしてね、めちゃくちゃ使えるものだと思います。で、注意しなくちゃいけないのが、さっきこうやってね、作った、変更したエフェクトがありますね。これを、ここですね。ここを同時押しすると保存ができます。保存しないと電源切ったらね、消えちゃうんでご注意ください。で、こちらライトですね。ライトを選びまして、どれを保存しますかっていうのを決めますね。今99だったので、99インスタパッチ。これ名前このままですけど、これもちろん名前も変えれます。エンターを押します。そうするとこの名前もね、変えれるんでね。このページでエンターを、これもう一回ですね。エンターを押すと、エクスキューズ。
はい、これで保存が完了です。こんな感じでね、非常に細かい音作りができます。いかがだったでしょうか。このボタン3つだけですけど、同調子とか、あとはいろいろペダルとかボタンを追加してですね、本当にいろんなことができますので、非常にね、いいエフェクターだと思いますので、ぜひ試してみてください。いかがだったでしょうか。これめっちゃ良くないですか。音もいいし、使えるエフェクトですね、もう多くなってるし、設定が非常に細かくできるのがね、非常にいいかなと思います。ボーカルエフェクターとして声で遊びたいっていうので、僕みたいなね、ギター弾きながらボーカルするような人だったりは、これね、ボコーダーみたいなのがあると、すごく楽しいですよね。ボコーダーとか、あとはトークボックスみたいな機能があると非常に楽しいし、飛び道具で、これびっくりさせれるんじゃないかなと思います。あとはですね、コード進行を読み取って、キーを合わせてくれる機能だったり、PC につないでアプリケーション上で音声を作り込めたりとですね、非常に進化しているかなと思います。でね、ペダルが3つあるのも使いやすいですよね。でね、外観の見た目もね、非常に未来的でね、かっこいい状態だなと思います。あとはちっちゃくなってるんでね、本当に使いやすいし、外部のエクスプレッションペダルだったり、スイッチをね、増設できるっていうところもね、非常にアドバンテージかと思います。VE20 も非常におすすめで使いやすいんですけど、もうちょっと予算に余裕があって、ちょっとぐらい操作複雑化しても全然大丈夫だよっていう人だったり、あとはツインペダルではなくてこういうですねスイッチの方が好きだよっていう方だったり、今からエフェクターに組み込みたいとかギターをつなげたいとかこれでチューニングしたいとかいう方は V500 がいいかと思います。反対にちょっとシンプルが良くてそんなに音の切り替えもしなくて絶対踏み間違えたくないのでスイッチは大きい方がいいとか、家でですねヘッドホンこいつにヘッドホンつないでモニターしながら練習したいっていう人だったり、路上ライブとかで使うのに電池が使いたいって方はこっちを VE20 を選べばいいかなと思います。そちらもねとってもいいのでね、ぜひね自分に合う方をですね選んでいただいて購入したりですね試奏するのがいいんじゃないかなと思います。この VE500 も下のコメント概要欄にですねリンクを貼ってますので、ぜひねそちらからですね参考にしてみてください。はい、ということでですね、本日はボスの、最新のでボーカルエフェクター VE500 の、紹介をしてきました。こんな感じでね、僕の動画ではボスのエフェクターの話やボス以外のエフェクターの話、そしてギターの話やエフェクターボードの話なんかをね、やってますので、ぜひね、この機にチャンネル登録をしていただいて、また次の動画でお会いできればなと思います。ということで、本日もありがとうございました。ゆきでした。じゃあね、バイバイ。